回はスイスストースで湖とアルプスを望むアップダウンのある絶景の稜線を歩きます。山頂から見下ろす青い湖と幾重にも重なる山並みがこのコースの大きな魅力です。歩き応えがありますが、次々に変わる景色を楽しめます。まずは麓の駅からストースバーンに乗ってストースの村へ向かいます。ストースバーンの最大勾配は世界最級の 110%。 特徴的な樽型の車両が回転し、床を水平に保ちます。標高およそ1300メートル、ストースに到着です。のどかな山岳風景が広がっています。なだらかな坂道を歩いてクリンゲンシュトックのリフト乗り場へ。徒歩でおよそ15分です。ここからチェアリフトに15分乗り、山頂クリンゲンシュトックへ向かいます。クリンゲンシュトックに到着です。リフトを降りて右手へ進むと、ここから今日の稜線ハイクが始まります。フロナルプシュトックまでの距離はおよそ4キロ。所要時間は約2時間半です。歩き始めるとすぐに視界が大きく開けます。目の前には美しいアルプスの山並み。場所によっては人一人が通れるくらいの幅になります。そして序盤からかなり急な階段を下っていきます。スタートから気持ちのいい景色が続きます。ここからはなだらかな稜線がずっと先まで続いています。歩く先まで道が見えるのもこのコースの大きな特徴です。緩やかなアップダウンはありますが、景色を楽しみながら歩いていきます。少し下ったところで振り返ってみます。さっきまで歩いていた稜線とその向こうに広がる山々。遠くを見るといくつもの山並みが重なるように続いています。歩く場所が少し変わるだけで山の見え方も少しずつ変わっていきます。歩いている間はカウベルの音がずっと聞こえています。静かな山に響くこの音もスイスらしい風景の一つです。曇っている時間もありましたが、初夏の日差しは思った以上に強く感じました。気温はそれほど高くなくても、歩いていると少し汗ばむくらいです。青空から少しずつ雲が増えてきました。
山の天気は変わりやすいので、晴れていても注意が必要です。この後、天候が急に変わります。雲が一気に広がり、雨が降り始めました。そして遠くから雷の音が聞こえてきました。ここで一旦歩くのをやめ、近くにあった山小屋へ。雨雲が通り過ぎるまでしばらく待つことにしました。雨雲は速いスピードで通り過ぎ、20分ほどで再び青空が戻ってきました。天候を確認して、また稜線を歩き始めます。雨の後は気温が一気に下がり、持ってきた防寒着が早速役に立ちました。天候の変化に対応できる装備を準備しておくのがおすすめです。ここまで歩いてもまだコースの前半です。この先も景色を楽しみながらゆっくり進んでいきます。遠くに青い湖が見えてきました。ルツェルン湖です。稜線はなだらかな場所ばかりではありません。累積の上りは約340メートル、下りは約360メートル。アップダウンに加えて狭い道や急な階段もある山岳ハイキングです。道は全体的によく整備されていて、階段になっている場所も多くあります。ただ、岩が出ていたり、足元が不安定な場所もあります。滑りにくいトレッキングシューズで歩くのがおすすめです。景色を見たいときは一旦立ち止まります。急がずに進む方がこの稜線の景色をゆっくり楽しめます。この辺りから湖の景色も大きな見どころになってきます。この稜線はスイスでも人気のハイキングコースです。今回はクリンゲンシュトックからスタート。目的地はフロナルプシュトックです。午前中は太陽を背にして歩けるので、正面からの日差しを受けにくいのもこの方向を選んだ理由です。
ここまで歩いたのはおよそ2キロ。残りは約 2.5 キロです。この先は一旦大きく下って、最後はフロナルプシュトックへ向かって登り返します。この先のアップダウンが一目でわかるので、とても便利です。ここからは、稜線の最も低いところまで大きく下っていきます。先ほどの雨で足元が少し滑りやすくなっています。フロナルプシュトックへ向けて最後の登りが始まります。見上げると坂道がずっと上まで続いています。傾斜もかなり急で、歩いていると自然と息が上がります。ここまで歩いてきた足にはなかなか応える登りです。振り返ると、ここまで歩いてきた稜線がずっと向こうまで続いています。高度が上がるにつれて、ルツェルン湖がだんだん大きく見えてきました。深い青色の湖とその向こうに重なる山並み。疲れていてもつい足を止めて眺めたくなる景色です。もう一登りすると、フロナルプシュトックの山頂が近づいてきます。
急な登りを越えると、ゴールのフロナルプシュトックもかなり近くなってきました。ただ、ここで終わりではありません。山頂までは緩やかな登りがもう少し続きます。そして標高1922メートルのフロナルプシュトックに到着です。アップダウンの続く稜線ハイクもここでゴール。最後はルツェルンことアルプスの景色をゆっくり楽しみます。ここまではリフトでも上がれるので、ハイキングをしなくてもこの景色を気軽に楽しめます。稜線を歩かない人にもおすすめしたい場所です。景色を満喫したらリフトでストースの村へ戻ります。今回のストース稜線ハイクはここまでです。アップダウンはありますが、湖とアルプスの景色をたっぷり楽しめるコースでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。